それでは時間になりましたので始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。今日も最初にもうワールドカップ昨日ね、昨日なのかな僕もたまたま4時ぐらいにトレードの関係でちょっとむくっと起きて、で、そういえば4時からキックオフだと思って見て、で、もうあるよあるよっていう間に興奮して、昨日寝れなくて金曜日の朝。で、奇跡の、勝利ということであったんですけども、今日これ最初に、見ていただくとわかるようにグループの A グループからの、ものになります。で、僕もワールドカップっていうよりも、やっぱり、こういうランキングとか過去のデータとか見るのが好きで、その国が、強いかどうかっていうのはやっぱり興味があるので、こういったところをね、ちょっと見ていきたいなと思います。A グループの方がカタール、開催国ですね。ここが50位ですね。で、エクアドルが44位。これ FIFA ランキングですね。で、セネガルが18位。セネガル強かったです。前、いつだったっけ？ベスト8になった時ありましたよね。はい。アフリカが強いなと思った時がありましたね。それからオランダが、ランキング8位ですね。はい。それからグループ B が、イングランドが5位ですね。それからイランが20位。イラン意外に強いですよね。はい。日本とライバルになったり、サウジとイランはね、ライバル、アジアの中ではあると思います。アメリカが意外に16位ですね。はい。でそれからウェルズ。これ、意外に聞かないと思うんですけど、ランキング、FIFA ランキング19位ですね。はい。ということですね。それからグループ C が、よく聞くアルゼンチンですね。3位ですね。からサウジが51位。サウジもうちょっと強い時もありましたけどね。はい。で、メキシコも13位。メキシコも強い時期結構ありましたよね。はい。ポーランドが26位ですね。グループ D が、フランスが4位。強いですね。今回フランス強そうですね。右と左のウィングっていうんですかね。はい。僕もあんまり戦術的に詳しくはないのでね。はい。で、オランダがオーストラリアが38位。オーストラリアもいつも日本と最後のプレイオフっていうかでね、アジアの中に入ってるので、ライバルみたいな感じですよね。はい。からデンマークが10位。それから、チュニジアが30位ですね。から今回ね、グループ E がスペインが7位。から、コスタリカが31位。からドイツが11位。ドイツの11位も結構低い位置っていうか、だと思います。はい、ランキングとしては。で、日本が24位。日本もね、ワールドカップ出てからランキング20位台って高い上の方だと思います。2020年の時かな。こんばんは。どうも、花さん。よろしくお願いします。すいません、最初にワールドカップの話してて、雑談ですいませんね。はい。で、日本の方が、確か、最初に、ワールドカップで1998年フランスの時か。あれで40何位だったと思うんですけど、やっぱり海外に出るようになってきて、こういう海外経験豊富な人もね、多くなってきているので、ランキングもね、本当20位台にいるような国になってきましたよね。はい。シメディ、はい、シメディさん、よろしくお願いします。すみません、ワールドカップの話になってますけど、最初に。はい。から、ベルギーが2位ですね。ベルギーって予選勝ってました？ベルギー負けたんじゃなかったでしたっけ？モロッコが1位。このグループって確かクロアチアと日本がやるんですよね。決勝で。1回戦。で、クロアチアとモロッコが1位抜けでしたよね。で、2位が、ここのグループ、クロアチアでしたよね。クロアチアと日本が、月曜日の夜12時でしたっけにやるんですよね。はい。
で、ベルギーが負けたんですよね。東雲、お疲れ様です。今社の内装をばらしてますので、音声のみで。ありがとうございます。内装をばらしてます面白いですね。ほんと、いろいろ好きですね、しのめさん。わかりました。ありがとうございます。だから、グループ G っていうのが、ブラジルですね。日本がもし、確かクロアチアに勝てば、次ブラジルですよね。まあ。目標がね、8位、ベスト8ですのでね。はい。から、セルビアが21位。スイスが15位。カメルーンが43位ということで、ここが確かブラジルとスイスが出たのかな。で、カメルーンも一時期旋風巻き起こした時ありましたよね。はい。韓国もそういえば28位ですね。韓国、あれですね、予選通過しましたよね。はい。ここ、どこだっけ？ウルグアイがダメだったのかな？ポルトガルと韓国だったかな？はい。あと、ガーナが61位ということですね。で、ランキング結構これ重要かなと思うんですよ。やっぱり今回日本が番狂わせって言われてたのは当然 FIFA ランキングもそうですけど、FIFA ランキングでこの10位ぐらいの国に勝つっていうのはなかなかないことなので、本当にすごいなと思います。まあ、でもね、今回のことでコスタリカも31位ですけど、ドイツなんかはね、このコスタリカ戦とかも、30本ぐらいシュート打ってたんですよね。同時に日本とスペインでやってた時にね。なので、本当に番狂わせもあるんだなっていうことはわかるんですけど、でも、珍しいことだったと思います。はい。ぜひね、頑張ってほしいなと思うし、楽しいですよね。こういう、僕は選手より戦術とかよりも、この国がこれだけサッカーに力が入っていて、で、サッカーのやっぱ強いところ、運動が強いところっていうのは、経済とかにもやっぱ影響することもあるので、やっぱこういうランキングとかをね、見て、で、やっぱアフリカがこれから頑張ってもらったりとか、例えば今回もワールドカップでカタール来ましたけど、カタールでやってますけど、中東とか、オリンピックもそうなんですが、スポーツがよりヨーロッパや先進国だけじゃなくて、これから、成長していくところ、国っていうのにワールドカップが来たりとか、そういうのは大事かななんて思うんです。だから、多分、南アフリカでもワールドカップ開催したと思うんですけども、こういったお祭りが、アジアとか、アフリカとか、そういったところにも広がって、オリンピックもそうですけどね、来ることを、すごくね、期待したいなと思ってます。インドがね、やっぱり、いつかね、こういう、ことができるようになるといいなと思いますね。はい。それじゃあですね、今日の、今週のライブ、こちらの方、オーディブルですね。今ね、これです。アキラとアキラを読むようになりました。これ池井戸潤さん、下町ロケットとかね、倍返しで有名な、方なんですけど、この本は面白いです。今ちょっとハマっちゃいました。ちょうどね、このアキラ、あんまりストーリー言うとあれなんですけども、二人のアキラがいるんですが、それぞれ、生い立ちが全然違う、環境も全く違ったアキラが、多分、まだ僕読んでるうちにはあれですけど、いつか会うんでしょうね。はい。必ず対戦したりとか、対戦するのか何かわかんないですけど、で、この池井戸さんはきっともともとなんか筆者は銀行員をやられていた方らしいので、ここでも銀行がチラチラしてます。で、どの会社でもそうですけど、企業も銀行が融資をして、融資をすることによって、経営を成り立たせたり。で、その融資の話も含めて、今回のこのアキラとアキラもお家で、一人のアキラは、零細企業で働い、お家が、ちっちゃい工場をやっていて、で、そこが、いろんな銀行と兼ね合いの中で、難しくなったりとかね、いろいろしてる。もう一人のアキラは、財閥というか、
の社長の息子のアキラ。これもまた銀行とも絡んできたり。ということで、ちょうど二人がね、22歳、ちょうど就職をしようということで、後を継ぐかどうかとか、そういうところに差し掛かっているところで、まだ半分、17時間ぐらいあるので、これ、半分ぐらいしかまだ読めてないんですけど、これをちょっと読んでいこうかなと思ってます。終わったらまたね、ビジネス本とかも読んでいくと思いますけども、今ちょうど小説をちょっと読んだりとかしてる、そんな感じであります。はい。それではですね、今日最初に特集をやりたいなと思います。後からちょっとチャートを見たりね、いろいろしていきたいと思うのでね、参加していただけたらと思います。今日はですね、これじゃねえわ。今日卓球の話しようかなと思ったんですけど、やめました。はい。また木曜日にやろうかなと思います。はい。実は今日なんですけども。七四ゴンベイ、こんばんは。どうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゴンベイさん、さっきはい、あれ、コメントの方、スタンバイしてるとき見ました。ありがとうございますね。はい。トレードの話もね、していきたいなと思うんですけど、ちょっと、今日もお金の話とか中心になりますけど、またお願いします。クイズは、これ終わった後またやりますんでね。はい。この特集なんですけども、今日の特集は、確か、投資をしないデメリットっていうところなんですけども、これ何を言いたいかというと、この本要約チャンネルさんの、本で、お金が貯まる人は、なぜ部屋が綺麗なのかっていう40分の動画があったんですけど、この中の一部をちょっと抜粋させていただいてるんです。で、ここの、言われている、この、今ちょうど画面に出てますけど、家計を改善させるための対処法ということで、1、収入を増やす。2、資産を減らす。支出を減らす。資産を減らす。支出を減らす。それから、運用するの、この運用するというところに関して、今回のね、特集の、投資をしないデメリットっていうところを話してますので、ここのね、とこをちょっとね、聞いていただきたいなと思います。結構皆さんも知ってること、投資をされてる方も多いので、僕のチャンネルの方では。だからそんなに抵抗はないと思うんですけど、初めて見られる方とかはね、そういうデメリットあるんだなってことを知っていただけたらと思います。ちょっとここ、再生しますね。2つ目の支出を減らすことは、当然のことながら全ての人がやるべきことであります。一方で3番目の運用するとは、すなわち投資をするということです。いわばお金に働いてもらうというわけです。もちろんね、投資はしたくありませんという人は、それはそれで結構です。確かに投資にはリスクがつきものですし、やれば確実に儲かるという保証はありません。しかし、貯蓄に集中し、投資を一切やらないという選択肢をあなたが選ぶのならば、投資をやらないことのデメリットをまず初めにしっかりと肝に銘じておく必要があります。お金が自然に貯まる人の特徴は、貯金をしようとしていないことだと申し上げましたが、それは言い換えると、単に銀行口座に貯金を寝かせておくだけじゃなくて、しっかり投資をしているということです。貯金額を増やそう。貯金額を増やそうということばかりに集中していると、投資をしないことによるデメリットが発生してしまいます。具体的には、貯金に集中しすぎることで、次の3つの損が生じてしまいます。貯蓄に集中しすぎることで、投資をしないデメリット1、預貯金では大きな収益を得られない。2、インフレリスクによってお金の価値が変わる。3、収益を得られるチャンスを失う。ではそれぞれサクッとだけ解説していきます。まず一つ目の投資をしないデメリット、預貯金では大きな収益を得られないについて解説します。さて当たり前の話ですが、貯金額を増やそう、
貯金額を増やそうということばかり考えて銀行にお金を預けていてもそれだけでは大きな収益は得られません。金利がバカみたいに低いということは皆さんご存知の通りです。また銀行の定期預金になれば確かにもう少し金利がいいかもしれませんが、それでもそれによって生まれた収益には約 20% の税金が課せられてしまいます。この 20% がいかに大きいものであるのかというのは投資をしている人ならば痛いほど分かっているはずです。つまりね、銀行に預けているだけでは大きな収益は得られない上に税金が課されてしまうということです。税金が課されるっていうところ、ね、投資をしてその際に積立 NISA とかiDeCoといった国が用意してくれた制度を利用すれば一定の条件の下でなんと非課税になるんです。税金がかからないということはいわば20% 以上の収益部分を国が保証してくれているようなものなんです。このメリットがいかに大きいかを理解することがとても重要なんです。それでは次2つ目の投資をしないデメリット、インフレリスクによりお金の価値が変わるについて解説していきます。さて、最近皆さんひしひしとね感じていると思いますが、物価がどんどん上がっておりますよね。ということはですよ、何もせずに銀行口座にお金を置いているだけではお金の価値が減っているのと同じことなんです。それでは次3つ目の投資をしないデメリット、収益を得られるチャンスを失うについて解説します。さて先ほど紹介した2つのデメリット、預貯金では大きな収益を得られないこと、そしてインフレリスクによってお金の価値が変わってしまうというこの2つのデメリットに関しては、貯蓄だけだと必ず損をするとまでは言い切れません。しかし選択肢の幅を自分で狭めているという点ではこの3番目の収益を得られるチャンスを失うというのは確実なデメリットです。実際に投資をして発生した損ではなくて最善の意思決定をあなたがしなかったためにより多くの利益を得る機会を逃したことにより発生する損失です。ちなみに定年退職後に再雇用制度を使って働く60歳から65歳の全国の男性500名を対象にしたアンケート調査では、定年退職前にしておけばよかったこととして最も多かったのが資産運用となっております。またこの調査では再雇用制度で給与が現役時代の半分以下に減額されたと回答した人が約4割にも上りました。再雇用後の収入激減の結果、お金への不安が強まってその解決方法として若い頃からちゃんと資産運用をやっておけばよかったなと感じている人が多いのでしょう。例えばインデックス投資なんかでは長期的な視点で見れば年間4から 5% 程度の利回りを得られるとされています。もちろんね、これはこの先ずっと続くとは限りませんが、過去のデータ的には年間4から 5% 程度の利回りが確保できているので、例えば今60歳の人が30歳の時にインデックス投資をやっていたら、やっていない人に比べて圧倒的に資産が増えているはずなんです。年利 5% を30年間複利で運用したとすると、なんと約 3.3 倍にもなるんです。例えば死ぬ気で1000万円貯めて30年間放置していたとすると、30年後にはその1000万円は3300万円になるということなんです。複利の力を活用しながら長期的に運用することの威力がこれで一発でわかるのではないでしょうか。さて30歳の時にインデックス投資を始めた人は30年間しっかりとお金に働いてもらい、30年間その利益を享受し続けることができました。しかしやっていなかった人は30年間収益を得る機会を逃し続けてきたと言えるわけです。これは大変な機会損失と言えます。投資にはリスクがあるからやりたくないよという人もいるでしょうが、投資をやらないことにもこういった機会損失のリスクがあるということは知っておいても良いのではないでしょうか。さてここまで投資をしないことのデメリットをね、3つほどご紹介してきたわけであります。しかしもちろん投資をするかしないかを選択するのは最終的にはあなた次第です。ですが
これからは寿命がどんどん伸び続けていくために、健康寿命とともに資産寿命をいかに伸ばすのかということも重要な課題です。特に時間的余裕のある若い世代に対しては、しなくてもいいが、できればした方が良いよというスタンスで、著者はアドバイスするようにしているそうです。まあね、ここからはちょっと私の個人的な意見ですから、まあ参考程度に聞いてほしいですが、ぶっちゃけ私個人的にはね、資産運用を全くしないというのはちょっとありえないかなと考えています。あくまで私の場合ですが、私の場合、現金は生活に必要なお金の1年分だけとかを取っておいて、あとは全て基本的に投資などに回すようにしております。もちろん真似しろとは言いませんし、投資するかどうかはあなた自身が最終的に決めることですが、少なくともね、NISA とかiDeCoといった税金上のメリットのある制度は積極的に活用するべきだろうと私は思います。さて、いかがでしたでしょうか。それではここまで。ということで、ここがね、投資をしないデメリットということで、やっぱ、まずはね、みんな思うんですけど、YouTube とか見られる人が多いんだったら、やっぱお金、検索ですよね。お金とか、投資とかの、YouTube をまず見ることから始めないといけないとは思うんですけどね。ここにたどり着くかどうかは別としてね。はい、そう思います。でね、たまたま卓球の練習をしてた時に、僕がトレーダーとか株式をやってることを知っている、卓球を練習してる方々、高齢の方とかいるんですけど、こういう相談を受けたんですよ。ある日本の、株を、安く、5% ぐらい通常より安く、セールするので、証券会社の方がですね、私の選手に300万で〇〇の株を買いませんかって今日中に返事くださいって言われたらしいんですよ。で、その子70代ぐらいの方なんですけど、練習して。お金すごく持ってらっしゃって、サラリーマン退職されて、資産運用してる。でも資産運用もやり方がわからないから、証券会社に任せてる。で、当たり前ですけど、任せちゃうと、上がっても下がっても、要は証券会社の方々の言いなりじゃないですか。どこだったかなちょっと企業名忘れちゃったんですけど。で、僕その時に、株どう思うって言われたので、じゃちょっとチャートを見せてくださいって言って、そのチャートを出したんですよね。したらですね、もう下落トレンド真っ逆さまで、ちょうど見た時に冷やしで。これ、証券会社が、お客さんに対して、安いから、って言ってるのは、これ、もう皆さんもチャートの見方少し勉強してると思うんですけども、ひどいと思いますよ。もう、まだ上昇していくかどうかが見えない位置で、すごい下がってる時ですよ。もう、売買高も少なくって、で、下落トレンド真っ逆さまです。ナイフほど、落ちるナイフほどではなかったですけどね、チャートは。でそれをね、今日中に返事してくださいって言ったら、僕それで言いましたもん。断ってくださいって言って。で、ちょっと変な話、チャートが上昇トレンドが見えるかどうかの時に、また相談しますって言ってくださいって言っちゃいましたもん。はい。なんか証券会社もかわいそうっていうか、自分の都合で、そこ安くするから、5% 普通の株式より安くするから、その株買いませんかって言うんですよね。こういうね、形で商売していたらね、70歳以降の人たちはいいかもしれないですけど、チャートの見方とかわからないから。だけどね、ちゃんともっと勉強していく。僕らの世代からだったらもう絶対勉強して、
この株買った方がいいかっていうのを自分で判断できるようにした方が絶対いいですよね。思いました。ひどいなと思って。まあそんなことがありました。すいません。全然関係ないですけど。はい。ということで今日そのチャートの話もしっかりね、ローソク足も含めてね、勉強していきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。ではですね、株トレいきますか。ね、七種のゴンベイさんも早いうちにやってくれて、最初じゃあクイズから言って、今日はその後株価チャートの方を言って、実際のチャートもね、見ていきたいなと思います。じゃあ株トレからいきますよ。はい。これですね。はい。もう60問のうち、すでに今日で半分近く行きました。気がつけば、何問いった ?29 番かな？はい。になります。ちょっと行きますね。28、あれ ?28 番だったっけ？28番でしたね。すいません。株トレの方。ちょっとごめんなさいね。それでは、株トレの方のチャートを出しますので、ちょっと読みますね。前回のね、ちょっとチャートと、実は木曜日やった時と似てますけども、このチャートを見てくださいね。このチャートですけども、ここで買ったっていう、書いてあるポイント、9社。で、ここで1000株買いましたと。はい。買ってから、8週、これ週足ですね。週足は、株価は、買い値付近で推移していて、ここまでね、推移していて、ただ、1900円。これ今2000円がここですね。1900円台で、値固めが済むと、9社の株は上昇トレンドに入って、順調に上値を取り続けました。ところが、足元の、これですね。株価は急落しました。長い陰線も出ています。ここからどうしたらいいでしょうかという問題。売りか、買いか、様子見か、どうするかという問題です。今日3択ですね。はい。もう一回言いますよ。ここで買いました。で、8週間はこの近辺でいました。で、こう上がって上昇トレンドに来て、この直近ですね。週足が、陰線が濃く出ました。さあ、ここからどうしたらいいでしょうかということで、まあ、理由わからなければいいので、自分だったらどうするかなということで、売りか買いか様子見かをちょっと教えてください。いかがでしょうか？ここはちょっとヒントが出てないので、移動平均線がちなみに13週がこの太いやつですね。13週がこの太いやつです。それから多分26週が細いやつですね。さあ、買いか売りか様子見か。どうでしょうか？眠くなりました。難しいですかね今日は。前回の続きみたいなところがあるので、前回の木曜日。お花、大きな陰線のろうそく足、売ります。あ、そうですか。シメディ、まだ様子見に行くよ。割れましたね。七種のゴンベイさんはどうです？今日は。七種ゴンベイ、様子見。出ましたね。で、東雲さんは音声のみということで。じゃあ、ここで行きましょうか。はい。答えの方行きます。ドン。はい。ここは様子見という、答えが出ております。はい。ということで、9社のその後の株価推移ですということで、ちょっとこのチャートを見てもらって、まあ、解説読みますね。はい。13週移動平均線も、26週移動平均線も上向きのまま、これ上向きのままですね。上昇トレンドが続いているときに、
打っては難しいかと思います。だから、確かに、陰線がね、ぼーっと強く出てました。が、まだ、そうですね、トレンドとしてはまだ上昇トレンドにいるよっていうことですね。多分ですけど、また、さっきのね、このチャートで、ここで、確かに短期で言えば、もう、あれですけど、この一番低いところが、移動平均線にまだ上にいるので、まだ、この週足で言うと大丈夫だっていうことらしいですね。で、ここが、次に、そうですね、この、2000のこのラインですね。ここの2000のラインで、ここが、まあ、例えば平均線で言うと、デッドクロスしたりとか、それから、ローソク足でここデッドクロスした時にもう一個下のところで強い陰線が出たところだともう下落トレンド入ってくるかもしれませんので、ここだともう売ってもいいかもしれないですよね。ちょっと続きを見ますね。古代中国の、軍略に続けた、なんだこれ、名称の伝記、によると、天をあたうるを取らざれば、かえってその咎めを赴くという言葉があります。好機を逃すと、かえって幸いを招くという教えですと。株価が2倍3倍になる、銘柄に投資をする。天与の好機を生かさず、10%、20% 上昇してすぐ売ってしまうようでは、相場の神様に見放されてしまう。上昇気流を掴んだら、止まるまで離さないようにしましょう。ここでは、ちなみにこの銘柄はどうやら、2ヶ月後は5800円まで上昇したということになってます。という、内容でしたね。はい。今日、クイズは、この1問だけになります。それではですね、株価チャートの方に行きたいと思います。これをちょっと見ながら今日のローソク足のね、ことをまたやっていきたいなと思います。これですね。野目さんは、もう読んでるって言ったので、この株価チャート大全の方ね。関心は排水の陣の故事で有名な人ですね。あ、そうなんですね。排水の陣の方なんですね。なるほど。さすがですね。ありがとうございます。はい。じゃあ、この株価チャートの方ですけども、こちらの方もね、練習問題があるんですけど、また、少し株トレの練習問題で落ち着いたところでね、この株価チャート大全の方のね、練習問題もやっていきたいのも、こっちのがちょっと難しいですね。はい。今日はね、講義みたいな感じになりますので、見てくださいね。はい。テーマの方ですけども、2つのローソク足のパターンということになります。はい。出てきました。ではね、この2つのローソク足のパターンを、図を見ながらちょっと説明していきます。見えますかね。はい。2本のローソク足が1本目を生む抱き線。ハラミ線とか言いますね。はい。抱き線。包み足とも言いますよね。線って言ってますね、ここです。はい。はい。抱き線は包み足とも呼ばれ、2本のローソクのうち1本目の高値と安値の、実体の中にすっぽり収まるというのが抱き線の成立条件。なので、2本のローソクがそれぞれ陽線、1本、それぞれの陰線のパターン。こうですね。こういうやつですね。はい。それから、1本目が陽線で、2本目が陰線。こういうやつですね。はい。という、こういうのの、どちらも陽線。1本目が陽線、2本目が陰線。1本目が陰線、2本目が陽線。この4つのパターンがありますと。このうち上昇局面では、
3番。下落局面では4番の最後の抱き線と呼ばれ、強い反転の示すパターンだと考えています。まあ、よく言いますね。包みキャンドルが出た時のこのシグナルが上昇していた時に、例えば3番だったら上昇していた時に、この包み足の黒が出た時には、さっきね、お花さんも言っていましたけど、下落の基調がある可能性もあります。はい。ただ、転換点なので、ここで売りっていうよりも、ここで様子見ていただいて、また少しずつ下がっていくところが出てくると思います。転換のサインっていうことでね、見ていただけたらいいなと思います。はい。次、2本目の、ロウソク足が1本目に収まるハラミ線。はい。ハラミ線は抱き線と反対で、1本目の、これハラミ線、ちょっとこっちだな。あれ？ちょっと待ってください。ハラミ線の画面どこ？これか。これですね。ハラミ線は抱き線。包み足と反対で、2本目のロウソクの高値と安値が1本の実体に収まるパターンですということですね。こちらは、特に相場の高値圏では、1本目が大陽線で、2本目が陰線のコマのパターンが出ると、直前の上昇の勢いが継続しなかったことを示唆するため、天井が考えられます。これごめんなさい。ここが陰線になってないですね。ここが上がって陽線の白い線で、この次が、この黒になった場合、これが抱き線だった場合は、天井圏であったら、もう、ここは天井の可能性もあるよっていう意味ですね。はい。一方、安値圏の一本が大陽線。続く陽線のコマが形成されると、前回と、大幅な下落の勢いが継続してないことを示し、相場の大底を示唆するパターンと考えています。これ書いてないもんな。これ抱き線あるか。これだ。これ。4番のこちら見てください。この2本目がこちらですね。これが今言っている大底のパターンで下がった。でも次に、抱き線が出て、上昇陽線がこう出てたら、このパターンが出てる場合は、ちょっと、下がりが少ないかなって見てくださいよ。大底かもしれないよっていうことを言いますね。でも、だからといって、大底だからといって、もうここは買いだとかいう風には考えない方がいいと思います。トレードのタイミングとはまた別なので。こうやってそこかもしれないなっていうシグナルですのでね。シグナルと、すぐに、買いって思うのはまた別問題ですからね。ということになります。で、その他の、点ですね。これを見ていきましょう。かぶせ線っていうのがあります。はい。かぶせ線は、抱き線、ハラミ線と違い、一本が陽線、一本が陰線の一パターンのみです。はい。一本目が大陽線で、二本目が一本目の中心を抜ける陰線になった場合をかぶせ線と言います。そうですね。はい。一本目が陽線で大きく上昇したものの、二本目の一本目のこれ半値ほど割って下落して、上昇を打ち消しているため、売りの勢力が強いと判断します。よく聞きません？半値戻しってやつ。はい。これをかぶせ線って言いますね。半値戻したぐらいですね。はい。次、この切り込み線って言います。この切り込み線はかぶせ線と反対で、今度は大
陰線が出て後に2個目がこの、この陰線の半分を上回る上昇したとき。はい。こうですね。株推線の逆ですね。この場合、上昇で切り込みが出た場合はトレンド継続。はい。下落が出た場合はトレンド反転と判断できるので買いサインだということになります。はい。これ以外難しいですね。切り込み線の場合で買いサインって書いてありますけど、難しいと思います。陰線が出て半値以上戻した場合にトレンド継続だ買いサインっていうのはこれは難しいと思いますね。その下。差し込み線とありますね。この切り込み線と、似たパターンですけども、1本目の中心を2本目の上髭だけ、見えますかね？上髭だけ、超えたパターン。髭だけ超えましたよってやつですね。はい。この場合は何かというと、上昇局面でこれが、上昇局面で差し込みが出た場合は、天井と判断できるので、売りのサインだって言われています。差し込み線もなかなか難しいですけどね。上髭だけが半値を超えている。髭が半値超えている場合。はい。なので、特に、短期の売買されている方、15分とか1時間だと、こういうのだと、すごい難しいんですよ。だから、大きい時間足、日足や週足で見る場合に、この差し込み線とかを見ていると、天井かなっていうのは、より大きい時間足で見るとね、分析しやすいかなと思います。はい。ということで、今回切り込み線とちょっと差し込み線、難しかったかもしれないですけど、特には、包み足、よく出てくるので、僕のライブの、24時間ライブの方でも、包み足が出てる場合、サインがいつも、アラートで出てますので、ぜひね、そこは転換しているサインということで、トレードするときはそこを注目してもらって、そこから、まあ、その場ではなくて、その後の、ローソク足をちょっと見てもらって、売るか買うかをね、まあ、判断するのいいかななんて思います。はい。はい。いろんな、ローソク足がありますけど、今回ね、またローソク足をいろいろ、第3章ではね、話していきたいと思っております。それではですね、実際の、じゃあ、チャートの方、今週のね、分析とともにやっていきたいなと思います。はい。ごめんなさい。あれがなかった。はい。金曜日の相場と、話になります。ドル円がなんとまた下がって134円で、4円とちょっとで終わりました。下がってきていますね。これ、明らかにそのドル安になってきてると思う。その円だけが円安で上がってくっていう感じじゃなくて、こう見ていただくと、FX どこもドルに対してみんな下がってる。要は、同じようなチャートをしています。ということは、ドルが安くなってきているっていうことが言えると思います。はい。はい。このドル安っていうのもまたゴールドとも関係してるのかなっていう気はしてきました。最近。はい。では、日経見てみますね。はい。日経金曜日終値が 27,770 ということで、やっぱり 28,000 から金曜日500円、バーンと落ちましたね。はい。まあ、特に上がってる要素っていうのが、なかったので、まあ、29,000 ぐらいまでいけば、ショートしてもいいかなと思ったんですが、意外に早く落ちてしまいました。はい。ちょっとトレード、機会逃しましたね、僕は。東雲さんは売ってるかどうかわかんないですけど。やってる人で、今内装やってる人でごめんなさいね。はい。それから次、アメリカ相場行きましょう。金曜日、アメリカ相場はあんまり動いてなかったですね。最初は11時半
スタートした時はドーンと下がったので、どうかなと思ったんですけども、まあ、最後、戻してきました。はい。ナスダックの方が 11,400 まで来ました。で、まあ、SP500 も4000の大台は割らなかったです。この先物も4000ギリギリまで下がったんですけど、割らなかったですね。はい。金利の方ですけども、まだ下がってきております。短期2年債 4.27、それから長期10年 3.49 ということになってます。金利がだいぶ落ちてきました。まあでもまだ、これちょっと一時期のものなので、こんだけ下がってるわけではないとは思うんですけどね。はい。はい。世界の方を見てみましょう。中国、上海、0.2。ここ変わってないですね。はい。インド、変わってないです。はい。見てください、ベトナム。昨日、木曜日 1% 下がったんですけど、金曜日、光りましたね、急に。まあ僕の方でもちょっとベトナムね、買って、そう、最近ちょっと川端さんお休みされてると思うんですけど、川端さんやっとちょっとほっとしてる。売っちゃったかな？どうなんだろう。ベトナム積み立ててればいいんですけどね。だいぶまたあとチャート見ますけど、底値圏からだいぶ上昇に転じてきてるかなと思います。この日、ベトナムだけこう光ってますね。はい。ヨーロッパの方も特に金曜日変わらなかったです。まあでも、イギリスは高値にだいぶいると思います。はい。ブラジルもいいですね。はい。トルコは戻した感じです。はい。コモディティ見てみます。ゴールド。もう1800近くまで来ました。珍しく、ゴールド1回下がったんですけども、最後戻しましたね、金曜日。シルバーは23。だいぶ高い位置まで来ました。シルバーもね、18ぐらいまで来ましたけど、やはり、ちょっとこのゴールドもインフレヘッジっていうか、なんですかね、円じゃねえわ。ドルの反対というか逆相関、ドルがやっぱり安くなってくるとゴールドも買われてくるのかなっていう感じがします。はい。だから、まあ、ゴールド投資している方とかは、ドルと合わせて見てると思いますけどね。はい、でそれから原油が80ですね。最近この辺りにいますね。80近辺にいます。まあ、天然ガスは相変わらずこれはすごいですね。はい。はい。コーンと小麦見てください。下がってきました。これがもっと下落をしてくると、インフレのね、抑制というかになってくるかなと思いますけどね。はい。大豆はあんま変わらなかったですね。はい。では、SP500 のチャートの方を見てみましょう。1週間のパフォーマンスを見ます。小さいかな。これ1週間ですね。はい。今週1週間の、SP500 の、ものですけど、見ていただくだけでエネルギーがマイナス。大型株は、テスラはプラスちょっと反転しました。まあ、そこまで反転ってほどではないですけど。大型株はアップル変わらなかったですね。ただまあ、マイクロソフト、グーグル、メタっていうのは、ちょっと反転して、メタ 10% でしたね、今週。結構上がってましたね。ヘルスケアもポチポチ良かった。ただ、コストコが目立って、これ決算だと思いますので、はい。決算でなんかあったんだと思います。あとは、比較的良かったなと思います。最近個別株、米国の個別株のチャート見てないんですけど、持ってらっしゃる方いると思うんですけど、だいぶそこから上がってきてる、銘柄も多いんじゃないかなと思います。僕、銀行系の方を持ってるので、だいぶどこだっけ ?JP モルガンとか、このあたりは、下落トレンドから上昇に転じてるかなっていう感じになってますね。銀行系は。はい。世界の方を見てみましょう。今週の世界の動きですけども、世
中国が目立ちましたね、今週。まあ、すごい反転しましたね。アリババも90まで戻しました。1週間で 19%。こんな大型株が 19%。コカ・コーラ上がっています。すいません。見てた、そうでしたね。上がってましたね。さあ、お花さん、そっか、長期で持ってるから、あれですよね。コカ・コーラとかももうだいぶ戻してきましたよね。はい。よかったですよね。はい、あとこの世界の方ですけども、カナダがあんまり変わらず、メキシコが悪いんですね、ちょっと。ブラジルはいいですね。はい。良くなってきました。で、ヨーロッパも少しずつですけど、変わらず、まあ、グリーンが多いので微増してきてる。うん。まあ、ウクライナの戦争の関係でだいぶ落としましたけど、戻しつつある。ただ、これからまた、ロシアとのなんかエネルギーの関係だとかで、また寒くなってきて、供給や何かがあるとまたね、影響してくると思いますので、まあちょっとヨーロッパ投資するのなかなかタイミング難しいなっていう感じはしますよね。はい。オーストラリア良かったですね。アジアは、インドはあんまり変わってないです。今、高値圏でずっと推移してますのでね、ここでブレイクするかどうか。今ちょっとブレイクしつつあるんですけどね。今週1週間はあんまり変わらなかったです。はい。そんな感じですね。はい。じゃあ、チャートの方をちょっと久しぶりに見ていこうと思います。今日はお金の勉強もしたいんですけど、ちょっとチャートを今見て、結構皆さん見てたので、紹介していきたいと思います。これナスダックの日足です。はい。もう、売買高とか皆さんね、見ていると思う。売買高があって、こう、下落トレンドから今週は、さあ、この、レジサポラインに抜けるかどうか、12,000近く来てます。だけどまあ、この2日は売られているんですけど、やっぱりこのインフレ、が止まる、緩やかになってくるかなっていうね、水曜日の発言から、ね、ナスダックもちょっと戻してきてる感じですね。はい。ちなみに、上昇トレンドかどうかを見極めるために、ちょっと待ってくださいね。ブラシ使うかなこれか。これ使っていくと僕的にはそうですね。これ見えますかね。ここですね。久々やりますけど、ここ。12,000をブレイクして、ここをね、抜けて、ここがサポートラインになれば、はい。上昇トレンドとして見てもいいのではないかなと思います。年末にかけてはですよ。はい。まだわからないですけど。はい。じゃあ次行きますね。ちょっと長期のサポートライン1個線入れてきますね。せっかくなので。これ入ってるな。SP500 ですね。SP500 は、そうですね。僕がここ書いてある、戻り高値の長期で言うと、4300を見てますが、はい。今、4062ですね。なので、上昇トレンドになるかなと思うのはここですけど、もう一段下げてもいいと思います。はい。ここちょっと高いですけどね。見えますかね。この位置がですね、SP500 は、今ね、まだ、皆さんももう勉強してると思うんであれですけど、売買高少ないんですよ。ここね。で、3600の底は割らずにもう来たんですけども、やっぱり上昇トレンドというには、この4100、ここを抜けてサポートをしてくれるんだったら、はい、トレンド転換かなと思います。はい。でも、買ってらっしゃる方は、ここで買ってる方もいると思うんですけどね。3800とかでも、買い増ししてる人はいると思うし。積み立てしてる人は全然関係ないのでね、こういったもの。はい。次、ダウ見ますね。ダウ、どうでしょうか。ダウは面白いですね。
ダウはこういう感じです。今34,429ということで、ほぼ上昇トレンドになっていくのではないかっていうこの位置ですね。はい。34,000。これですね。この位置になります。だから本当に今トレンド転換してくるのではないかなって思ってる方も多いんじゃないかな、ダウは。はい。今年1年間だけで言うと圧倒的にダウ指数はパフォーマンス良かったですね。はい。はい。はい。では日経見てみましょう。久しぶりですね。日経。あれこれなんで俺日経の方が売買高が出てないんだ？出来高が出てないですね。すいません。日経はもう、上昇トレンドか下降トレンドか正直言って、どっちつかずですけど、今で言うと、もう下降トレンドに入ってきてます。見やすいと思いますけど。25,000ですね。一つは。はい。それからもう一個入れますね。明らかですね。このゾーンの中に、下が25,700。上が28,400。まあ、今年日経はこの1年間でほぼ、このあたりで動いていたということになります。はい。だからやっぱり、長期で株価を持ってらっしゃる方は、日経持ってても上がっていかないよねっていうのはまあ、ね、日経平均持ってても、これでレバレッジかけてる人もいるらしいですよね。投資信託でも、4.3、日経 4.3 とかあるのかな ?4.3 倍のやつ、ランキングでも上位ですけども。はい。まあ、こういう動きをしてるのでね、トレードされてる方は、こういう風に考えてるのではないかなと思います。次、ニフティですね。インドですね。見てください。ついに、ここ。ブルーじゃねえ、これ。紫の。18,300 っていうところですね。僕がここ引いてた、金券。はい、ブレイクしていきました。史上最高値を更新中です。ただ、今はインドはおとなしいというか、売買高は少ないというか、そんなに多くないので、今は、そこまで、これからギュッと上昇していくかはわからないです。これで売買高伴っていくとね、本当に、ね、今年1年、インドはすごい成長を遂げるんではないかなと思います。はい、次行きます。中国。上海50です。下落トレンドだっていうのはもう見てお分かりの通りだと思いますけども、最近実は売買高が高くなってきています。で、そろそろ中国ももういいんじゃねえのっていうことで、ちょっと今、上向き加減になってきてます。はい。ただ、上昇トレンドっていうかどうかは、やはり、この今の位置ですね。すいません。12時のアラームが鳴りました、今。すいません。びっくりした、今。なんで12時になったんだろう。びっくりした。はい。今のこの位置は 12,840。この位置は、はい。ブレイクすれば、ちょっと転換するのではないかなっていう話です。ただ、長期で見るにはまだまだ先ですよね。本当に思います。長期積み立てても全然パフォーマンス出ないですけど、だいぶこの2年間でずっとこう舐められてますので、中国は。こんだけ落としてますね。はい。これ、2021年の2月ですから、ここから見ればまだどんだけ下か。はい。こういう風ですもんね。まあ、こうですね。だから中国とかは、ここが底値だっていうのは、ちょっと見にくいですね。はい。
それはこの次の香港でも言えると思います。香港も、最近ではこれだけ見ると逆三尊みたいな形になっていますがですね、ただまだ、僕で言うと、香港はやっぱちょっと厳しいですけど、上昇トレンドになるのかなっていうのは、やはり、このあたり21,000を超えなきゃまだ変換したとは思えないですね。今、売買高は少しずつ上がってきてますけどね、中国と同様に。ただまだここは、はい。短期間でやる人はここはちょっと、買う人もいるかもしれませんよね。はい。香港。底値圏かどうかは本当わかんないです。まだこれ下落トレンド中だと思います。戻り高値をまだ全然上抜いてませんので。はい。久しぶり。イギリス行きます。イギリス。まあ、見ていただくとわかるんですけど、この、高値圏にいますよね。見えますかね。高値圏にいます。ここで線引くとわかるかな。もうちょっと下げますか。ここですね。はい。7655。この位置。今7542ですね。ですが、これで注目してほしいのは、売買高が11月からイギリスは全然ないです。見えますかね？全然ありません。ちょっと僕の場合、グラフ見えますかね？下のところ。はい。なので、イギリスはこれ上がってるんですけど、人気が伴っていないので、ちょっと怪しいですね。なので、本当にこの上抜けるかどうかは、ちょっと厳しいかも。また落ちてくるかもしれない。だから、もしかすると、ここで転換点が出てきて、この高値圏で売る勢力が出てくる可能性は十分にありますね。ここで、売りのシグナルが出て、この売買高、売りの、ね、ものが出てきたら、ちょっとチャンスかもしれないですね。売る時には。はい。ブレイクするかどうかはちょっと、今の段階では売買高見ると厳しいと思います。久々、ドイツ行きましょう。ドイツ、ダックスですけども、いい位置に来てきました。こうね。見やすいですよね。こうやってやると、高値圏かどうかとかも。はい。この14,500。このあたりが一つ、戻り高値のボーダーライン。今ちょうどその位置にいます。抜けてこれば、16,000までちょっと行く要素あるかどうかわからないですけど。で、売買高も実はダックスはここ最近少しちょっと上がってきています。ので、もしかするとこう抜けてくる可能性来週、何か変な要素がなければね、あります。同じようにユーロ。はい。ユーロとダックスはかなり似てますね。ただ、ユーロの方が売買高が少ない。上昇トレンドなんだけど、売買高が少ないので、ドイツが先に上がってくる場合ですけど、まだユーロ自体は力はそんなに強くない。サポートラインはやはり4000ですね。今3972なので、だいぶ近づいてきてますね、ここ。4000がボーダーラインですね。はい。あと少しもう今日、すいません。お金の勉強お金の勉強できないかも。いいか、また、本当お金大全最近やってないので、いろいろ皆さんとお話しした、節約の話したかったんですけど、ちょっと今日、テクニカル、せっかくなのでね、最近トレードの話なかなかしてなかったので、ちょっとテクニカルと、今この売買高とかいろいろ皆さんも見てると思うので。はい。ちなみにこのユーロで言うと、ここ。大陽線が、11月10日にボーンと出ていて、そこから、1、2、3、4、5、6、ここら辺は揉み合っていて、また、
陽線が出て、で、さっきやった、ハラミ線。ハラミ線じゃねえわ。気線、反対のやつね、が出ていますね。ここも、これ、直近で見るとこれもしかしたら転換のサインかもしれない。さっきやりましたね。転換のサインの可能性もあります。ただ、売買高がまだ少ないので、ここが売りのシグナルが一回大きいのが出ると、天井から下がってくる可能性はあります。このシグナルのこのバイっていうシグナルがね、売りに変わってくる可能性がありますね。これスーパートレンドっていう、なんだっけ。指標っていうか、テクニカルの指標ですけど。はい。はい。それでは、原油いきます。どうでしょうか。原油も見ていただくとわかるんですけど、最近ずーっと90から80まで揉み合っていましたが、この、もうここの高値、90はもうなかなかいかないのかなと。あれ？バッテリーが少なくなってる？ちょっと待ってください。おお！パソコンが、電源が抜け、電源が抜けてた。バッテリーだけでやってます。何らかしらトラブルがあるな。びっくりですね。喋ってる時なんかあるとビビりますね。下落トレンドはここですね。80。今割って戻ってきてますね。なので、この原油の今の位置は。ノート PCR あるですね、W。すいません、びっくりした。はい。まあよかったですね、バッテリーがあれして、もうバッテリーがないパソコンとか、僕の中古であるので、もしバッテリーがなかったら、終わってましたね、ライブが。メインのパソコンが。はい。ありがとうございます。まあ、ライブも1年、もう YouTube ライブ自体もう1年ぐらいになりますかね。そうですよね。なりますね、きっと。11月から始めたので、そうです。もう11月の頃も、ドコモのWi-Fi 使ってたので、もうひっちゃかめっちゃかでしたよね。七しゴンベイ、本日はもうすぐ終了ですかね。そうですね。はい。あともうちょっとだけテクニカルやって終わりますので、全然いいですよ。もう、お休みいただいてね。はい。すいません、なんか。はい。じゃあ、あと、ゴールドと、あと、3つ4つテクニカル見て終わりますね。はい。ゴールドですね。金は、今、ちょうどこの1800のラインを抜けようかどうかという位置です。これはですね、あれです。ドルとの関係が絶対あると思います。お久しぶりです。おー！ネッツさんありがとうございます。というかもう終わりになりますよ。すいません。はい。またよかったら今日結構いろいろテクニカルを見てたり、してますので、またネッツさんがもし、興味があれば11時ね、30分前後ぐらい、相場のことだけね、クイズとかもやってるので、ぜひね、一緒に勉強しに来てくれると嬉しいなと思います。もうちょっとですいません、終わっちゃいますのでね。はい。そうそう。レッツさん、ナス100、予想は終わりました。そうですね。はい。ナスの100はね、一応12000を、上抜けてくると上昇トレンドになるかなって、今ちょうどそういう兆しが出てるんじゃないかって話をしていましたね。はい。そんな感じでした。はい。ただ、長期はまだまだ、これ、まだまだ先ですね。まだまだ3年くらい。だって、ナスダックまだ、SP500 はあれですけど、ナスダックはまだここですもん。ね。16000ですもん。
まだまだ長い。短期に関しては、年末にかけての、上昇トレンドは、この12,000、今の位置ですね。から、サポートラインになってくれば、年末にかけては、そうですね、この13,400までいけたらいいなって感じですね。はい。レッツさん、1000戻しは確かに当分先ですね。そうですね。はい、思います。はい。ごめんなさいね。じゃあ、あとちょっとだけいきますね。ゴールドはそんな感じで1800のラインでドルが安くなってくるとともに、また、買われてくる可能性はあります。ちょうどその今、1800を抜けるかどうかという位置です。はい。シルバーはすごくわかりやすいですね。シルバーは、ゴールドよりも、もう見てわかるように、抜けましたね。はい。先にちょっと、抜けちゃいました。この23っていうところ抜けちゃいました。ちょっとここ陽線が強いので、一時的なもので一回戻してくるとは思うんですけど、この23まで上がってるので。はい。ここで、もし 22.3 まで落としてきて、ここサポートにしてくるんだったら、はい。上昇トレンドだと思います。はい。最後が2番目。ポーンです。日足ではいつも、うちでね、話してますけども、ちょっと長期で見ると下落トレンドに来てるかなっていうのを見るには、今、ここがコーンの上値。7.25 ですね。から、下が、6.2。このあたりを今レンジで動いてます。今 6.4 です。ここを一回破りましたけど、また戻っちゃいましたので、ここを破ってから下落トレンドに入ってこれば、また物価のね、アメリカの物価が、インフレがね、抑えられる一つの要因にはなると思います。はい。もうちょっとですね。はい。それから、最後、大豆ですね。大豆の上昇トレンドというか、ここが1630。それから下落のところが、ここです。1430。ちょっと飛んでっつった。ですね。ということで、見ていただくとわかるんですけど、もう少しここ下げてきたら、大豆も下落トレンドに入ればいいと。だからやっぱりコモディティのこういう下落トレンドかどうかもアメリカのそのインフレに関しては重要な要素だと思いますので、ここが下がってきたところで金利が少し収まってきて、で株式が上がってくるという構造にね、なってくるんではないかなと思います。ただ、まだまだ、インフレが終わるわけではなくて、高止まりしてくるっていうだけの話なので、すぐにね、ナスダックとかが、戻ってくるかって戻ってこないので、はい。だけど、底打ったかなと思えるようにはなりましたよね。少しは。はい。戦争でも起きなきゃね。はい。ということになります。はい。今日ちょっとお金大全の話ができずにテクニカル中心のお話になりましたが、またね、どっかで本当この世界株とかもね、最近全然こういうアップルとかもなかなかやってないので個別株も。またね、テクニカル見て、今後ね、どうなってから。今、パッと見てアップル全然動いてないですよね。最近。世界1位の株価のアップルがこんだけ動きがない。けど、下落トレンドではないですよね。こう見ていただくとわかりますけど。ちょっと止まったかなって感じですね。アップルが。はい。こういったこともね、また話していきたいなと思います。はい。いろいろ話しましたけど、来週木曜日、またライブやってきますけども、株の勉強もしていきながらお金の勉強もしつつ、また週末とかは、こういったチャートを見ながら実際に線とか、見て、
今後の、行方なんかもね、見ていこうかなと思います。はい。あ、そうだ、コカ・コーラ、ありますかね、これ。もう終わりますね。ちょっと待ってください。あれ、どこだありましたね。あ、ね、おはんさんよかったですね。あ、これ抜けると面白いですね。ちょうど64っていう高値を抜けたら、あれですよ。はい。上昇トレンドですよ。コカ・コーラが。はい。今いい位置ですね。あ、売買高が高いじゃないですか、ここ。これ。あ、これは、コカ・コーラ、ちょっと楽しみですね。来週ちょっと、この64、65を抜けるかどうか、楽しみにしてもらえたらいいなと思います。はい。それでは、今日はこの辺で終わります。どうもありがとうございました。失礼いたします。シメリー、お疲れ様でした。お花、お疲れ様でした。ありがとうございます。